こんにちは、りえぽです。今回は博多のホテル紹介と駅近ブラブラです。もう暑くて無理だ。この暑さの中、外を歩くのは地獄だ。というわけで到着したのは JR 九州ホテルブラッサム福岡さんです。博多に久しぶりに泊まるってなってめちゃめちゃホテルに迷ったんだけど、最終的にね、泊まったことのあるホテルブランド、安心感のあるホテルブランドに決めました。観光案内パンフレットか。後で見てみよう。朝ごはんは4種類から選べるみたい。明太丼気になる。検索してるとき間違えそうになったんだけど、このホテル博多口と筑紫口の方両方にあるんですよね。私が今回泊まるのは筑紫口の方から出たホテル。博多駅の筑紫口から徒歩2分にあります。ブラッサム、普通のブラッサムはビジネスホテルの分類になると思うんだけど、ここね、直前過ぎたからか、1泊1万8000円ぐらいでした。部屋が思ってたより広い。ベッドはダブルベッド。窓際に椅子があって、外の景色はと、伝統工芸品の博多織も飾ってある。これは山笠じゃない。何かの合戦かな？テーブルはパソコンを広げて作業するスペースが余裕。下の方にはコーヒーセットもありました。このコーヒーね、美味しかった。クリーミーパウダー。ケトル。ベッドは広々のダブルベッド。枕も2枚ついてていいですね。私ちょっと枕使わない派なんですけど。ケーブル各種と枕元はこんな感じ。ロッカーは小さめだけど、一人なら十分なサイズ。下の方には私が一生使うことのない金庫もありました。これは自撮りじゃなくて鏡を撮ってるんですね。バスルームはこんな感じ。シャンプー類は揃ってるんだけど、通常のアメニティ、ひげ剃りとか、そういうやつは1階のフロントの横にあります。お部屋にあるのはこの歯ブラシとぐらいかな。シンプル。ドライヤーはナノイーでした。ルームツアーも終わったし、ちょっとお外に出てみようかな。で、めっちゃ混んでる。人の圧が半端ないな。やっと一息つけた。普段こういうぎゅうぎゅうに人混みっていうのを見かけないからか、周りに人が押し寄せる圧っていうのに弱いんですよね。ちょっとガラガラなぐらいがちょうどいい。というわけで博多一番街にやってきました。晩ご飯をね、どこで食べようかなって思うんですけど、決めかねるなぁと思いながら歩いてたら博多駅の地下街まで来ちゃった。地下街割と地上より空いてる感じだな。これぐらいの方が歩きやすくてちょうどいい感じ。落ち着く。人が周りにいっぱいいるとね、そわそわしちゃうんですよね。鉄板のお店とか博多ラーメンのお店もある。こじんまりとしたお店が集まってていいですね。この女の子が並んでいるお店。Google の口コミとか見てると、海外の方にはやっぱり海鮮丼とか人気みたいですね。海鮮茶漬けとか、あとラーメン。明大ラーメンってここも老舗でしたよね、確か。激安のラーメンセット720円。これ毎週水曜日の特別メニューなんだ。お土産といえばマイング横丁。92店舗ぐらいのお店が揃ってるみたい。奥の方に行ったらね、お酒を飲める、気軽にお酒を飲めるようなお店も並んでましたね。ここは確かクラフトビールとかのバー
って書いてあった気がする。なんだなんだ、突然行列が始まったぞ。なんかね、博多にいるとね、この超行列になっているお店とそうじゃないお店の差がかなり激しく感じるんですよね。で、大体このめちゃくちゃ行列になってるのって海外のお客さんが並んでる気がする。なんか特別な口コミとか、なんか情報発信サイトで紹介されたりしてるんですかね。それにしても昼に続いてお店を決めかねるな。食うて行こうかなと思ったんだけど、なんか絶対人が多そうなんで違うところにしよう。さまよう博多駅。お店が多いのはありがたいんだけど、選択肢が多すぎると人って逆に決められなくなっちゃうんですよね。なんてこった。さまよっているうちにふと思い立って最近発売された未来のレモンサワーを購入。あとね、なんかこのお土産のキャラメルガレットめちゃめちゃ美味しそうだったので買っちゃいました。なんかね、旅先でこう限定って文字を見たら買っちゃいますよね。お土産買ったついでにいつものこれも買っていこうかな。このクロワッサン、三日月のクロワッサン美味しいんですよね。新幹線改札出口の近くにある土産物市場の前にやってきました。ここの横からね、地下の飲食店街にも行けるんですよね。地下1階の博多のご飯どころと2階には博多の麺街道というラーメン店が集まっているお店があるみたいです。まずちょっとお土産覗いてみようかな。ここで買いたいものがあるんですよね。塩トマト大福季節限定って書いてありますね。じゃなくってこの筑紫餅、きな粉と黒蜜をつけて食べるこれが大好きなんです。で、地下の1階の方には博多のご飯どころ飲みどころって、ここに仕事で来た時によく上は混んでるんで地下の方でご飯食べたりしますね。この地下の方が地上の方より割と空いてる感じです。で、2階の博多麺街道の方に向かっていきます。ラーメンね、実は博多であんまり食べたことないんですよ。前来た時に一蘭のラーメンは初めて食べたかな。なので本格的な博多ラーメンっていうのまだちゃんと食べたことないんですよね。なんかいろんなお店があるな。どこがいいんだろう。ここなんかめちゃめちゃ人が並んでる。シンシン、なんかこの名前聞いたことありますね。博多ラーメンといっても魚介豚骨とかいろいろあるんですね。なんか博多の豚骨ラーメンっていうと豚骨の強烈な香りとかそのインパクトの強いやつが多いイメージなんですけど、最近はあっさりしたのもあるんでしょうか。長浜ラーメンは私結構好きかもしれない。で、ここもまた行列ですね。なんか行列を見ると人ってさらにその行列に並ぶんでますます行列のお店ばっかり伸びていくっていう。これはつけ麺なのかな。なんか濃厚な感じのお店でしたね。どうしよう、なんかなかなか決められない。もういっそここがおすすめとか一番人気とか書いてあれば行きやすいんですけど、なかなかそうもいかないですよね。ここがやっぱり気になるな。でもまだめちゃめちゃ人が並んでる。というわけですぐ食べられそうなこちらにやってきました。ここもね、人が待ってたんだけどさっきほどは並んでなかったので、私の順番があっという間にやってきた。一番あっさりした感じを食べよう。この豚骨ラーメン、シンプルなやつ930円を注文します。麺はね、固めで注文しました。
すぐ席に案内されたよ。一言で博多ラーメンって言っても実はいろんな種類があるみたい。あっさり系の長浜ラーメンとか、久留米系とか、そしてなんか最近人気らしい泡系。泡系ってなんだと思ったら、なんか泡立つぐらいクリーミーというかまろやかなラーメンのことを泡系っていうみたいですね。博多ラーメンといえば細麺ストレートでバリカタですかね。で替え玉もしちゃうっていう。見た目に反してね、割とあっさりの豚骨系の博多ラーメン、塩豚骨だったからかな、あっさりしてました。ただね、香りがやっぱり博多ラーメンらしい濃厚豚骨の香り。多分ね、ラーメンを食べる短時間の滞在でも服につきそうな濃厚な香りだったので、商談の前とかね、デートの前に食べると相手にガツンとパンチの効いた印象を残せるかもしれないですね。お腹いっぱいになっちゃった。満腹満腹。でもこれでまた夜中にお腹空いたりしちゃうんですよね。それがラーメンというわけで、お腹いっぱいになったんだけど、もう一つ見ておきたいところがあってやってきました。それがこちら、 JRJP 博多ビルの地下1階にある駅から300歩横丁。入り口にはゆうちょ銀行の ATM がある。これはお金足りなくなってもじゃんじゃん下ろして飲めますね。安心です。こういうね、お店のロゴみたいなの見るの好きなんですよね。さて、地下に向かっていきます。この地下には10店舗ほどのお店が並んでいて、もつ鍋に串揚げ、焼き鳥にお肉、餃子になんかね、うどん居酒屋なんていうのもありましたね。海鮮料理も美味しそうです。駅の中のお店ではあんまり感じなかった、旅行者じゃなくて地元の人が集まって飲んでいるような感じの場所、その土地にいる人が語り合いながら飲むような雰囲気を感じましたね。なんかいい雰囲気です。実際地元の人がここで飲んでるのかっていうのは博多の人に聞いてみないと分かんないんですけどね。どうなんでしょう、博多の方。この串のコースめちゃめちゃいいなと思ったんだけど、2名からでした。残念。さて、お土産も買ったことだし、今夜は早めにホテルの部屋に帰ろうかな。明日は多分晴れるから、どこ行こう。なんかね、いろいろ新しいとこもできてるみたいで行ってみたいんだけど、昔ながらの場所にも行きたいんですよね。どっちかっていうと昔ながらの場所の方が好きだったりする。この日は七夕が近かったので七夕飾りがありました。私も何か書こうかな。登録者1万人になりますように。自分で書いたはいいけど恥ずかしくなって裏返してしまいました。誰も見ないでいてくれ。なんかね、ロビーにエプソムソルトっていうバスソルトなのかなが置いてありました。香りがね、なんかムスク系みたいなのとか柚子とかありましたね。これぐらいがお風呂に入れる目安なんだそうです。ホテルの4階にコインランドリーとか自販機とかがあるみたいなので見に行ってみます。洗濯機と乾燥機が2つと、電子レンジで、電子レンジの下にはお箸とかね、おしぼりとかスプーンとかがありましたね。これありがたい。あと製氷機に自販機。喫
喫煙ルームもありました。お部屋に戻ってきました。一人だけどお水2本ついてる。冷蔵庫はアイスクリームとか氷が保存できないタイプみたい。それではシャワーを浴びて着替えて寝るとします。昼間ね、めちゃめちゃ暑かったので、もう力尽きそうです。おやすみなさい。おはようございます。現在時刻は朝6時。朝食は6時半からなので、まだ少し時間があるな。ちょっとお土産の紹介してみようかな。昨日買った未来のレモンサワーにクッキーで三日月のクロワッサン、ど定番の筑紫餅。よしと6時半になったところで地下1階の朝食会場に向かおうと。ここね、なんかお昼のランチもやってるし、夜のディナーもあるみたい。焼肉レストランヌルボンさんっていうお店でした。ランチ会場の営業時間は週末と平日でちょっと違うみたい。今日は平日なので6時半からでした。はい、どれがいいかな。わあ、何しよう。イカス明太丼。朝ごはんのこの和食セットも美味しそうですね。どうしよう、迷う。お店の雰囲気はこんな感じ。テーブル席に一人で座れるカウンター席もありました。ありがたい。で、結局メニュー何決めたかというと、博多に来たらこれ食べんとイカ明太と書いてあるイカ明太丼にしました。おすすめって書いてあったらやっぱりね。ここは博多和牛一頭買いのお店で、お昼と夜は焼肉が食べられるみたい。高いのかなと思ったらね、意外とお手頃なセットメニューなんかもあった。というわけでお待ちかねの朝ごはんの登場です。なんかね、この味の明太タレっていうのがついてきた。おー、美味しそう。ツヤツヤしてるイカだ。博多でね、イカって実は食べたことなかったんですよね。この味の明太タレっていうのをイカにかけるのかな。お醤油みたいな感じ。どうやっていっぱいかけるんですか。そうですね。お好みで少しかけてもらったらいいです。少しで、はい。で、また好みでも少し足すとかですね。わかりました。これね、ソースを少しだけかけたいっていう時に限ってドバーっといっちゃうんですよね。無事でした。まずは卵スープを飲んでと。この卵スープなんか明太子のつぶつぶが入ってる。おー、イカめちゃくちゃねっとりして甘くて美味しい。このちょっとピリッとした明太子のタレも合うし、中からピリ辛の明太も出てきてる。薬味かけ忘れてた。お腹いっぱい、満足。ごちそうさまでした。さて、今日はこの後どこに行こうかな。ちょっと商店街なんか眺めていきたいかな。今気づいたんだけど、レストラン出たところに新聞ご自由にどうぞって置いてあった。昨日描いた七夕飾り、あれ裏返してたはずなのにゼロが一つ増えてる。JR ホテルズの会員だと普通11時までのチェックアウトが12時まで無料で行けるらしいので寝ます。はい、今日めちゃめちゃ天気がい
いいですね。外晴れてきてる。最後まで動画見てくれてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。次回は博多の街を走るです。それではまた次の動画で。バイバイ。八百屋さん結構海外の人がいますね。